はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、2024年最新のコントローラーランキングということでですね、厳選した7台のおすすめコントローラーをご紹介したいと思います。今、家にあるコントローラーを数えてみたらですね、なんと30台あったんですけど、今年買っただけで20台以上ありました。そんな中でもね、おすすめできるものだけに絞って7台ご紹介したいと思います。最新のコントローラーね、今年発売されたコントローラーっていうのは、ポーリングレートが 1000Hz や 2000Hz といった、速いね、ポーリングレートを持っていたり、遅延がだいぶね、少なくなってきたりっていうことで、速いコントローラーが増えた印象があります。せっかくならね、速いコントローラーの方がいいでしょうっていうことで、今年発売されたコントローラーに限定してランキングにしています。皆さんのコントローラー選びの参考になったら嬉しいです。そしたら、早速7位からいってみましょう。はい、まず7位がこちら、随機のエボトップですね。電源をオンにすると、このようにですね、タッチパネルの画面に、はい、オープニングセレモニーが表示されます。背面4ボタンもちゃんとついているので、もう自由自在にね、ボタンをここに割り当てて操作することができるので、FPS とか TPS、特にスプラトゥーン3とかをね、スイッチで遊ぶのにはすごくいいコントローラーかなと思います。ジャイロ機能も優秀みたいなのでね、すごくいいんじゃないでしょうか。このね、本体のグリップ部分には、合皮製のね、フェイクレザーのグリップが採用されていてですね、そういうところもすごく高級感があって、持ち心地っていうのもすごくいいコントローラーになってます。またね、タッチパネルを搭載してるっていうことで、コントローラー単体でね、全ての設定ができちゃいます。プロファイルってやるとね、ボタンへのマッピングとかマクロ機能、連射機能とか、スティックのね、感度だったり、デッドゾーンの設定ができます。まあね、これはすごく意欲作だと思うんですが、ちょっと PC で遊ぶには、ね、ここに書いてある通りですね、遅延が 9.3 ミリセカンド、無線だと 11.2 ミリセカンドってことで、ちょっと遅延が大きいっていうので、なかなかね、PC の FPS で遊ぶのは辛いかなっていうところがあります。ちょっとね、価格の割には内容が乏しめなんで、ちょっとね、メンブレンのボタンであったりとかね、タクトスイッチの背面ボタンだったりっていうところで、押し心地も劣っていたりするので、コスパ面でやっぱり上位に食い込むのはまだまだ厳しいコントローラーにはなってしまっているかなと思います。続いて、6位はビッグビッグワンのブリッツ 2TMR です。その名前の通りですね、ホールエフェクトの次世代センサーにあたる TMR センサーを搭載しています。経年劣化によるドリフトを抑える効果はホールエフェクト同様そのままに、低消費電力化を実現したセンサーになっています。ポーリングレートは有線無線ともに 2000Hz ということでね、有線の遅延は 2.6ms とかなり優秀です。ただね、無線の方は 6.4ms ということで、ちょっとまだまだね、特に FPS ゲームを無線でやるにはちょっと辛いかなっていうところがあったりとかですね、デフォルトの感度っていうところで、ちょっとね、まだ説明をしていなかったんですが、このスティックレスポンスカーブっていうね、グラフを見ていただきたいんですが、このグラフは一番左が中立、スティックを離した状態で、ここから徐々に倒していって、倒しきったところが右端っていうようなグラフになってます。ピンク色の線がデュアルセンスといった巡航のリニア感度になっていて、そのリニア感度を 100% とした時に、だいたい何%の入力がゲームへ行われるかっていうのを表したカーブになっています。このコントローラーはですね、ちょっとね、倒し始めのところがマイナス 30% ぐらいと低くてですね、低感度になっていて、で、そのまま徐々に感度は戻っていくのですが、ずっと低感度のままっていうね、かなり低感度目なスティックになってしまってます。また、スティックの重さもね、最初の方がやや柔らかくて、徐々に重くなっていくようなスティックとなっているので、ちょっとね、スティックはあまりいいとは言えないです。私の方でね、設定ソフトウェアの方でカスタム感度を使ってですね、リニア化っていうのをすることをお勧めしているのですが、リニア化してもちょっとね、その独特な操作感っていうのが抜けきれないっていうところで、6位にしました。はい、続いて、5位はレーザーのウルヴァリン V3 プロとトーナメントエディションです。トーナメントエディションは 17,380 円で、プロが 34,980 円ということで、かなりの高級コントローラーなんですが、本ランキングでは最高の持ち心地だと私は思います。追加ボタンが6つもついていてね、背面ボタン4つに
トップのボタンが2つ追加されています。この配置が最高ですね。快適さはもうナンバーワンだと思います。Apex Legends みたいなボタン数ね、操作するボタン数がかなり多いゲームでも全く親指をスティックから離すことなく遊ぶことができて、もう快適さはナンバーワンのコントローラーです。ただね、それ以外の点ではね、ちょっとね、劣る点があって、トーナメントエディションはね、17,380円なんですが、有線接続のみになります。また、設定ソフトが他社製のね、コントローラーにちょっと劣っているなっていうところで、5位に位置しています。結構ね、スティックのレスポンスカーブっていうのも、素直なカーブになっていて、リニア化するとすごくリニアに近づけることができるコントローラーなので、意外と PC ゲームをね、このコントローラーで遊んでいくのはありだと思います。PC ゲームでガンガン実用していくっていうのであればですね、この5位以上のコントローラーっていうのはもうね、ほぼ間違いないコントローラーになってくるかなと思います。はい、続いてですね、あまりね、ご存知の方少ないコントローラーになるかなと思うんですが、こちら、パワー A のバトルドラゴンというコントローラーが4位です。もうとにかく価格が安いです。4208円です。実は、このコントローラーは上位機種の、バトルドラゴンアドバンスドとバトルドラゴンプロルメクトラっていうね、2つの上位機種があるんですが、それよりもね、この一番最下位グレードの無印のバトルドラゴンが一番おすすめです。なぜかというとですね、はい。なんとこの4208円にもかかわらず背面4ボタンがついてます。背面に4つもボタンついていて、しかも遅延がすごく少ないです。有線は 2.4 ミリセカンド、無線は 4.1 ミリセカンドっていうことでね、実はね、これランキング上でも無線のこの 4.1 ミリセカンドっていうのは最速になっていたりします。実は本ランキングで無線機能をまともに使えるコントローラーっていうのは、このコントローラーか、7位にご紹介した随機エボトップ、この2機種しかありません。実質ね、手が届きやすい範囲で無線が使えるコントローラーっていうと、このね、パワー A バトルドラゴンだけかなって思いますね。もちろん遅延をそんなに気にしないゲームであれば、他のコントローラーでも無線で使えるんですが、FPS ゲーム、Apex Legends や Fortnite といった FPS ゲームを遊ぶなら、できればこのぐらいのね、無線の遅延の少なさであってほしいなと私は思いますね。他のコントローラーでは無線は遅延をはっきり体感することができました。スティックのレスポンスカーブもかなり素直ですね。リニア化もうまくいくので、とてもおすすめなコントローラーです。ただね、質感は価格なりかなっていうところとね、このデザインですよね。ドラゴンのデザインとかね。背面ボタンの押し心地もタクトスイッチ、むき出しのタクトスイッチそのままっていうところでね、かなり押し心地は悪めになっています。またね、ちょっとスティックが高いような感覚があったりとかね、します。そういうところでちょっと爪の甘さはあるんですが、この価格ならそういうのに目をつぶって使っていってもいいかなって思えるんですよね。あとはね、これを元に改造していったりするっていうのも全然ありかなと思います。そういう改造のベース機にするっていうのも面白いかもしれないですね。はい、それでね、ここからトップ3をご紹介していこうと思うんですが、このトップ3はほとんど差がないコントローラーになります。人それぞれ好みによって選んでいただければいいかなと思うんですが、その選ぶポイント違いを説明していきたいと思います。あえてね、ランキング付けしていますが、これは私の好みも多分に含まれていると思っていただいたらいいと思います。そしたら3位からいってみましょう。はい、3位はゲームサーのサイクロン2です。トップ3の中では実は完成度は最も高いコントローラーかなと思います。ゲームサーコネクトっていう設定ソフトウェアが優秀でとても使いやすいっていうことと、スティックの操作感はね、順行に近めでトップ3の中では2番目にね、順行に近いかなって思います。このコントローラーのすごいところはですね、先ほどね、ビッグビッグ1のブリッツ 2TMR でもご紹介したですね、センサーが TMR センサーを搭載しているんですね。なので低消費電力ですごくね、経年劣化によるドリフトも抑えられるっていうところと、なんといってもですね、この有線の遅延が 1.84ms しかありません。これは今回ご紹介しているコントローラーの中で最速です。ポーリングレートこそね、1000Hz とブリッツ 2TMR よりは劣っているのですが、
遅延というね、値で見るとね、こっちの方が優秀なんですよね。で、本体重量も 232g とかなり軽めなので、もうこのままね、箱出しで使っていって全然使えるコントローラーかなと思います。ただね、スティックのレスポンスカーブっていうところだけはかなり特徴的というかね、独特なカーブになっています。すごく中立付近が低感度になっていて、リニア化しても完璧にはリニアにできないっていうところで、私は3位にランクをしました。はい、続いてこちらフライディジベーダー4 Pro が2位になりました。このコントローラーですね、背面に4ボタンがついていて、なんといっても特徴的なこのね、押しやすいトリガーストップ、ボタンの押しやすさっていうのはトップ3でもナンバーワンだと思います。振動機能やアナログトリガーも優れていて、レースゲームとかも遊びやすいコントローラーになっています。このグラフを見ていただければ分かる通りですね、スティックのレスポンスカーブもかなり素直で、リニア化すればトップ3の中で一番レスポンスカーブが順コンに近くなります。ただ遊びがゼロなので、操作感はトップ3で最も順コンと異なると思います。このね、スティックの重さ調節機能っていうのがね、すごく特徴的なコントローラーなんですが、それを搭載するおかげでね、遊びが全くないスティックになっちゃってます。結構ね、順コンね、デュアルセンスとかあって遊びがあるんですよね。それがないっていうのが結構な違和感になることがあると思います。またね、トップ3の中では遅延がちょっと大きめで、有線でも 5.5 ミリセカンドあるっていうところで、2位にランク付けしました。はい、ここまでね、いろいろなコントローラー見てきましたが、このね、最新コントローラーのラミール競合を抑えてトップに躍り出たのは、なんと、はい、こちらです。ビッグビッグウォンのブリッツ2になります。かなりね、私も悩みました、正直言って。どのコントローラーを1位にするかっていうのは悩んだのですが、アルプス製の接触式スティックを使ってるっていうところがとても大きなアドバンテージでした。操作感が順コンに近いっていうのはね、やっぱり素晴らしいですね。スティックの重さっていうのは 60g フォースでね、順コンは 75g フォースなので、やや柔らかいスティックなのですが、遊びの感じとかね、こうスティックの重さのこう倒していった時にね、重さがどのように変化するかっていうところとかもね、とても順コンに近いです。またスティックのレスポンスカーブもかなり素直でですね、残念ながらアルプス製ジョイスティックのね、リニアな出力っていうのをそのまま使ってはいなくて、コントローラー側でね、中立付近を補正してしまっているのがすごく残念なポイントではあるのですが、このようにリニア化っていうね、感度カーブの修正をね、設定ソフトの方でやってあげたら、とてもリニアに近づくことができます。このトップ3の中でね、操作感は一番順コンに近いと思います。有線で使っていく限りは遅延もかなり少なくて、背面2ボタンとトップに2ボタン、しかもそれら全てがマイクロスイッチということでね、全てのボタンがマイクロスイッチになってますね。そういう全てにおいてトップクラスのコントローラーだと思います。これは本当に素晴らしいコントローラーだと思います。実はね、開封動画ですごい酷評をしてしまったんですよね。アルプス製ジョイスティックを採用してるってことだったんで、絶対にこのコントローラーはレスポンスカーブがリニアだろうと思っていたんですが、それがね、なんとね、コントローラー側で補正をしてしまってるっていうことでね、結構ね、ショックが大きくてね、ありえないだろ、こんなことするなんてっていうね、信じられないっていう気持ちがすごく大きかったコントローラーなんですが、改めてリニア化っていうのをして実際に触ってみるとね、やっぱりアルプス製ジョイスティックは正義だなっていう感じがしましたはい。私はね、主に FPS でね、コントローラーを使うことが多いのですが、Apex Legends なんかはね、もうこのコントローラーさえあれば全く不満がないんじゃないかなって思います。接触式センサーということで、経年劣化でのドリフトっていうのは発生しやすいかなと思うんですが、このコントローラーはね、レギュレーター機能っていうのがついていて、中心位置がずれたらね、微調整を自分でね、手動ですることができるようになってます。できる方はね、分解して接点洗浄剤をね、拭いてあげれば、接触式センサーでもそれなりに長く使っていけると思うので、あえてね、
今現段階で接触式センサーっていうのがそこまで大きなデメリットになることはないかなと私は思っています。そこが気になる方はベーダー4 Pro かサイクロン2ね、どちらかを選んでいただいて、全然接触式でもいいよ、操作感こそが一番大事なんだよっていう方はね、ブリッツ2を選んでいただけたらいいのかなっていうふうに思います。はい、ちょっとね、裏画面では遅延測定の様子をね、流しながら、ランキングのまとめを見ていきたいと思います。はい、こちらがランキングのまとめです。有線の平均遅延で一番速かったのはゲームサーサイクロン2の 1.84 ミリセカンドでした。その次に速かったのがパワー A バトルドラゴンでビッグビッグウォンのブリッツ2シリーズっていう風な順番になってますね。有線の平均遅延に関してはね5ミリセカンド程度あれば十分なので、ランクインしている中ではね随形ボトップ以外ではね特に遅延っていうのは問題になることはないかなと思います。デフォルト感度でのレスポンスカーブが一番リニアに近かったのはフライディジベーダー4 Pro とパワー A のバトルドラゴンの2機種でした。でこの2機種についてはねリニア化してもすごく、リニアに近づけることができていてですね、操作しやすいスティックのコントローラーかなと思います。またねレーザーウルヴァリン V3 もねかなりリニア化の効果が高いコントローラーでした。ただね他のコントローラーで特にリニア化がうまくいってないなって思えるのはやっぱり下の2機種ですかね。ビッグビッグウォンのブリッツ 2TMR と随機のエボトップ、この2機種だけはちょっとねリニア化がちょっとうまくいかず、操作感がだいぶちょっとね、癖が出てしまったかなと思います。ここでねリニア化って言ってるのって一体何のことなんやっていうねことを疑問に思われる方もいるかもしれないんですが、それについてはねかなり細かい説明になっちゃってね機種ごとにちょっと違ったりするので、やり方についてはね私の上げている過去の動画を、見ていただければ嬉しいです。はい、今回はねこのコントローラーのおすすめランキングっていうことで最新のねおすすめランキングをご紹介してきました。すべてね概要欄にリンクを貼っておくのでそちらから、簡単に購入することができるので利用してみてください。今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。以上モノルでした。バイバーイ。